はい、こんばんは、こんにちは。大輝です。コロナ禍でテレワークが復旧することによって一気に注目度が集まった VPN ですが、皆さん名前ぐらいは聞いたことありますよね。この VPN、名前は聞いたことあるんだけれども、なんかセキュリティの一環だよね、正直なところよくわかんないんだよねっていう方の方がほとんどだと思います。またね、大切な企業のデータなんて扱っていないから、自分には必要ないってね思ってる方も多いとは思うんですが、同時にアップしたこちらの動画ではですね、街中で提供されているフリー Wi-Fi の通信っていうのは実はこんなに簡単に盗聴されてしまうんだよっていうところをお見せしました。そう、今のデジタルの社会ではですね、普通に生活しているだけで思わぬところに危険が潜んでいたりするんですね。これが月々数百円の VPN でリスクヘッジできるのであれば、僕は身を守る選択肢の一つとして考えてみるのもありなんじゃないかなと思ってるんですね。もちろん全ての人に VPN が必要だなんてことは思わないんですけれども、こういったね、目に見えないリスクを回避するためにはちゃんと危険性を認識することと、それに対する対策方法を理解するっていうのが一番大切ですからね。 VPN のことをよく知らないという方はですね、この動画を通じて VPN への理解を深めていっていただければ嬉しく思います。はい、ということで今回は VPN についてなんですが、この VPN もメリットだけではなくてデメリットもあります。また VPN を提供している企業っていうのも非常に多くてですね、いざ使おうと思ってもどれを選んだらいいのかわからないんですよね。もちろんこの中にはそれだけは絶対やめとけっていうね、ドボンの VPN もあったりするんですよ。この点については後で詳しくお話ししますね。あと面白いことに VPN のメリットはセキュリティだけではないんですよ。世界中にあなたの通信拠点を持つことができるので、あなたのネットワーク通信経路を完全に隠すことができたり、日本からはアクセスできないサイトや映画なんかを見ることができたり、逆にね、世界中を旅行しながら国内にいなければ使えないはずの PayPay で家族にお金を送金したりっていうこともできたりするんですよ。こういった効果を目的に、VPN を使っている人っていうのもいるんですね。例えば今ロシアって情報規制が引かれていて、ロシア国民は海外のサイトにアクセスできなかったりするんですが、筑波大学が公表している VPN のログを見るとですね、この数ヶ月前からですね、ロシアから日本へのアクセスがなんと8倍も増えてですね、月に120万人からのアクセスがあるそうなんですね。これは何かというと、今の事態をおかしいぞと思ったロシア国民がですね、真実の情報を求めて VPN を使うことで情報規制の目をかいくぐってですね、海外から情報を得に来ているということなんですね。同時に中国からのアクセスも多いようです。はい、ということで今回は実は面白い VPN について、パソコンがね苦手な人でも分かるように噛み砕いて説明します。それでは早速いってみましょう。はい、ひとまとめに VPN といってもですね、 VPN にはいろんな種類があってですね、実は奥がとっても深いものなんですね。細かいことや専門的なことは誰も興味がないと思いますので、大切なポイントだけをかいつまんで説明しますね。VPN の種類は大きく分けて4つありますが、今回はこのインターネット VPN についての解説です。まずはじめにインターネット VPN とは何かということを分かりやすく解説するために法人の例を使って解説します。一般的に会社には複数台のパソコンがあって、会社の外からはアクセスできない制限されたネットワークの環境で業務を行ってますよね。この環境のことをプライベートネットワークやローカルエリアネットワークといって、セキュリティは非常に高い状態です。しかし一方で皆さんが普段使っているインターネットっていうのはですね、誰もが利用できる公衆ネットワーク、つまりパブリックネットワークで、ここには危険がいっぱいなんですね。こちらの動画でも実際に見せたように通信の傍受、盗聴っていうのが簡単にできます。大切なデータを扱う会社のプライベートネットワークに、この公衆のねパブリックネットワークのインターネットから何も考えずにアクセスすると、これは非常に危険ですよね。データを盗み取られたり改ざんされてしまう恐れがあります。しかしね、この会社も例えば東京支店、大阪支店など拠点が増えれば、
それぞれの拠点ごとのプライベートネットワークをつなげる必要が出てくることがありますよね。こういった場合に最もセキュリティが高い方法として専用線っていうもので拠点間を接続するっていうね、こういった方法があるんですが、これはですね、実はコストが非常に高いっていうのが問題点なんですね。そしてさらにはですね、昨今のコロナ禍においてテレワークが増えることによってですね、外から会社にアクセスして大切なデータを取り扱わなければならないっていうことが増えてきましたよね。しかし会社と職員の家一軒一軒を専用線なんかで接続していくわけにはいきませんよね。そこで一気に注目が集まったのがこの VPN です。まず VPN っていうのはバーチャルプライベートネットワークの略です。はい、読んで字のごとくですね、仮想的なプライベート回線ですよね。つまりインターネット、いろんな人の通信が入り乱れるこの公衆ネットワークの中にあなたのための専用線的なものを仮想的に作りましょうと、そういった意味なんですね。今は説明のために企業での話をしましたが、普段皆さんが何気なく生活をしている環境下でもカフェでフリー Wi-Fi に接続したり、ホテルで Wi-Fi に接続したりと、セキュリティが脆弱な状態で個人情報を取り扱うことって意外と多いと思うんですね。そんな時にこの VPN は一役買ってくれます。想像してみてください。盗賊がいっぱい出る治安の悪い道を歩いて渡るのは非常に危険ですけれども、目的地まで送ってくれるタクシーがあれば安全ですよね。このタクシーが VPN、 こんなイメージですね。もう少しだけ専門的に解説しますと、VPN っていうのはトンネリング、暗号化、認証、この3つを使ってあなたの通信の安全を守ります。情報が行き交うインターネットの世界にあなたの端末と通信先までの間に仮想的なトンネルを作って外部から見えなくしてしまうんですね。さらにはそのトンネルの中を通るデータを暗号化してしまって箱に詰めて鍵をかけます。ですからたとえこのデータが見られてしまっても暗号化されているので情報を見ることはできずに、さらに認証された鍵がなければこの暗号化を解くことができないんですよ。これでもう安心ですよね。これだけ何重にもセキュリティをかけていればさすがに安全ですよね。さらには冒頭でも軽く触れましたが、 VPN っていうのは利用者の通信経路を決して追跡できなくすることができます。本来であれば VPN はこういったことが目的で使用するものではないんですが、セキュリティを高めた結果の副産物としてこういったことになってるんですね。サスペンスとかでよく刑事さんが犯人は海外のサーバーを経由していて追跡できませんでしたなんてね言ってるの、あれよく見るじゃないですか。まさにああいう状態なんですね。例えば一例をお見せしますと、今私は日本にいますのでPayPay 普通にアクセスできます。当たり前ですよね。それでは VPN を使ってみましょう。VPN の画面を開くとこのようにどこの国のサーバーを経由するか選択できるんですね。じゃあ例えば今トルコのサーバーにアクセスしてみましょうか。はい、今トルコのサーバーにアクセスしました。はい、それではね PayPay にアクセスしてみましょうか。そうするとアクセスできません。PayPay は日本のサービスなので、日本国内からしかアクセスできない仕組みになっているわけなんですね。そして今トルコのサーバーにつながっているということはですね、僕は今トルコにいてトルコから日本の PayPay にアクセスしているということになってるんですよ。それで弾かれてしまっているということになってるんですね。これは逆に言うとですね、今僕が海外にいて友人に送金したいのに PayPay にアクセスできなくて困っている状態だとするとですね、VPN のサーバーを日本に切り替えると海外にいながら PayPay が使えるということになるんですね。そしてこれらはですね、他にもいろんな使い道があるわけなんですよ。例えばロシアや中国など通信規制が引かれていて国外の情報を得ることができない人はこうやってね他の国の情報を収集することができるようになるわけですし、例えばその国でしか見れない情報にアクセスすることができるんですね。例えば Netflix なんかアクセスする場所によって見れる映画が変わるんですね。今トルコのサーバーにアクセスしているので、この状態で Netflix にアクセスすると日本では見ることができないトルコの動画を見ることができるんですね。あと注意点としては、Netflix とかああいったですね世界的に事業展開をしているようなサービスというのは
どこの国で契約しようが同じサービスを受けれることが多いんですけれども、どこの国で契約するかで値段が変わってきたりします。日本でネットフリックスを契約すると一番安いプランでも月額990円するんですが、例えばこのトルコでの料金を見るとですね、1ヶ月 37.99 トルコリラで契約することができるって書いてますよね。これは日本円に換算すると今の為替相場だと288円なのでかなり安いですよね。VPN を検索するとですね、こういった方法がやたらヒットするので、こういった風にですね、違う国で契約している方結構多いんですよ。これはですね、Netflix の利用規約に違反しますので、絶対やめた方がいいですからね。はい、今の余談になりましたけれども、このようにですね、VPN はセキュリティに加えて、世界中にあなたの通信拠点を持つことができるっていうメリットがあります。しかしですね、メリットだけではなくてデメリットもあるんですね。一つ目は通信速度の低下です。VPN を契約すると専用装置やアプリを使って VPN のトンネルに入ります。そしてそのトンネルの出口には VPN のサーバーがあります。このサーバーを経由することで通信の安全性っていうのが担保することができるんですが、例えばあなたのスマホから直接ウェブサイトを見るのと、あなたのスマホから VPN を使ってウェブサイトを見るのでは、サーバーを経由する分余分な処理がかかりますよね。その分通信が遅くなってしまうんですよね。そしてどれぐらい遅くなってしまうのかというのはですね、このサーバーの能力次第ということになるんですよ。もちろんお金をかけた処理速度の高いサーバーであれば全く問題はありませんが、この貧弱なサーバーだとかなり悲惨な結果になります。さらには1人でこのサーバーを使うのと1万人で同時に使うのではサーバーにかかる負荷っていうのが変わってきますよね。ですからサーバーを用意する企業っていうのは利用者の増加とともに多くのサーバーを用意する必要があります。さらに今昨今のこのコロナ禍でですね、テレワークが増えることによって利用者が爆発的に増えて、このサーバーがパンクしてしまっているっていうところが多いんですよ。サーバーを追加するにはかなりの資金が必要ですので、つまり言い換えれば VPN を提供する会社の資金力と通信の速さ、安定性っていうのは比例しているっていうことがほとんどなんですね。つまりできるだけ大手の VPN の会社を選択するっていうのがおすすめとなります。中規模ぐらいの VPN の会社はちょっと遅いんですよね。はい、そして2つ目のデメリットとしては情報漏洩のリスクがゼロではないという点についてです。トンネルを作って暗号化して鍵をかけてってね、そんなことまでしているのにさらにそれを突破してくるやつなんているのってね思ったと思いますが、実はそうではなくてですね、怪しいのはもっと身近にいます。誰だと思いますか？そう、実はですね VPN の提供会社っていうのが一番危ないんですよ。実は VPN を使ったデータ通信っていうのはハッカーに対しては強力な防御力を持つんですが、 VPN の会社のサーバーを経由してデータ通信を行う必要がありましたよね。そう、 VPN を提供している会社はデータを見ようと思えば見れてしまうっていう問題があるんですよ。昔は人の集まるところにお金が集まるとよく言われましたが、最近ではデータが集まるところにもお金はもちろん集まります。この年代層の女性はこの時間帯にこんなサイトをよく見ているとかね、男性層はこんなサイトでこんな買い物をしているとか、企業はこのビッグデータが欲しくてたまらないわけですから、金に糸目をつけず買い漁るわけなんですね。売れるのはビッグデータであって、さすがにね個人のクレジットカード番号とか住所なんかそういった超個人情報っていう漏洩っていうのはさせたりはしないと思いますが、利用している側としては気持ちのいいものではありませんよね。そこでノーログポリシーの VPN の会社をお勧めします。ノーログポリシーっていうのはユーザーのデータをログとして残しませんということなんですね。たまに VPN の提供会社が自分でノーログ宣言って言ってね公表していますが、それはね信用に値しないですよね。言ってるだけの可能性もありますからね。そうじゃなくて独立した第三者機関っていうのが定期的に監査に入ってですね、ノーログの認定を受けている VPN の会社っていうのをお勧めします。
はい、ということでですね、オープニングでも説明したように、どんな VPN を選ぶのか、これがですね、非常に大切なポイントとなっているんですね。はい、ということで、数えきれないほど無数にあるこの VPN の中で、それぞれのカテゴリー別に分けて代表的な4つをピックアップしてみました。左から世界シェア代表格の NordVPN、そしてエクスプレス VPN、そして次はですね、日本の VPN 代表として世界 VPN、次はですね、無料の VPN の代表として筑波大学 VPN です。この左の2つですね、NordVPN とエクスプレス VPN はこの世界シェアトップクラスの有料 VPN 会社で、信頼性が高いのと速度低下っていうのがほとんどないっていうのとですね、あとは利用料金が安いっていうのが特徴です。そしてノーログポリシー、第三者機関からの認定済みのために安心して使うことができるんですね。デメリットとしてはサポートのメールが英語というところです。とは言ってもですね、最近は Google 翻訳の機能なんか使えばこの問題はね、さほど問題ではありませんよね。とは言ってもですね、質問などのサポートメールの対応が英語というわけで、契約であったり使用中のアプリの操作とかいうのは、そういうのはですね、全て日本語対応してますので、使っていて不便ということは全くありません。どうしても日本語で質問に答えてほしいという方はですね、次のですね、日本の会社が提供している VPN の代表格世界 VPN っていうのが候補に上がってくるわけなんですね。世界 VPN という名前ですから、さぞかし世界中にサーバーを展開しているのかと思えば、全然そんなことはなくて、使える国はごく少数に限られています。ネーミングちょっとね、背伸びしてますね。海外のトップのこの大手企業と比べれば、日本の企業っていうのは規模も資金力も到底及ばないっていうのが現実なんですね。値段も高くて通信速度も遅くてですね、海外の拠点も少ないっていうちょっと残念な結果にはなってしまってますが、どうしても日本語でメールに回答してほしいという方はですね、日本が提供している VPN の中ではこの世界 VPN さんがまだおすすめかなといったところです。次にですね、無料 VPN っていうのもたくさんあります。無料 VPN っていうのはいわば訳あり VPN なので、基本的にはおすすめしません。おすすめしませんが、この中でも筑波大学の VPN であれば、条件付きで使ってもいいかなと思ってます。なぜ無料 VPN はダメなのかというとですね、冒頭でも少し説明したように VPN を提供するのには資金力っていうのが必要なんですね。膨大なお金を使って慈悲の心で無料のサービスを提供し続ける、そんなねボランティア精神にあふれた会社が本当にあればいいんですけれども、そんなわけないですよね。ユーザーからの利用料は無料でも、ちゃんと運営費を手に入れるためには利用料以外から収入を得る必要がありますよね。はい、それが利用者の情報となっているんですね。セキュリティを高めるために情報を差し出しに行ってはですね、これはもはや本末転倒といったところですよね。そしてサーバーの性能や数にお金をかけれないので、恐ろしく通信速度が遅かったりします。どうしても無料で使いたければ、この大学の名前と研究費で運用しているこの筑波大学の VPN であれば、まだね信用性があるのかなといったところなんですね。それでも無料 VPN っていうのはサーバーの管理をですねボランティアに任せていたりもするので、やはりねリスクは高すぎますよね。セキュリティの目的ではなくて他の国の情報を見たいときに限定して使うのであれば、悪くはないのかもしれません。ちなみにですね、この日本の世界 VPN もですね、ノーログポリシーではありませんので安心はできませんね。日本の会社が提供している VPN っていろいろあるんですけれども、全部調べてみてもですね、ノーログポリシーの VPN っていうのは僕は見つけれなかったですね。開示請求があっても応じないよっていう宣言をしているところはありましたけれどもね。はい、ということでしつこいようですが VPN 選びは大手で信用が確立されていて資金力のあるところっていうのがやっぱりおすすめとなると、この NordVPN もしくは ExpressVPN の2択になりますね。そしてこの2つどちらがいいのかというとですね、この2つ比較するとですね、この料金体系を見ると、どちらも月々1000円前後なんですが、
ノード VPN に関しては2年間契約を結べばめちゃくちゃ安くなるんですよ。支払いがですね、為替の影響を受けちゃうので、いくらかっていうのは正確にその時々によって変わるので言えないんですけれども、だいたい月300円から400円ぐらいで使うことができるんですね。ですから値段で選ぶのであれば NordVPN、そして速度を追求したければ ExpressVPN の方がちょっとだけ早いかもしれません。そんなに大差はないんですけれどもね、NordVPN っていうのもめちゃくちゃ早い VPN ですからね。はい、そしてですね、VPN を契約するときの大切なもう一つのポイントっていうのは、一つ契約をすると何台まで同時に接続できるのかっていうところも見ておく必要があります。平均はね5台ぐらい使えるんですが、この ExpressVPN は5台ですね。そして NordVPN は6台。そして日本の世界 VPN っていうのは3台ですね。こういったところも一つポイントとなっております。はい、これらのね VPN のサイトのリンクっていうのはこの動画の下の概要欄に貼っておりますので、興味のある方はですねぜひ覗いてみてください。はい、ということでインターネット VPN がどういったものなのか、また VPN を選ぶときに注目すべきポイントがどういったところなのかっていうところが分かっていただけたのではないでしょうか。そしてね、最後に一つだけ VPN を使うための注意点があります。VPN イコール安全安心というイメージがありますが、確かにそうなんですけれども、しかしね VPN で安全になるのは通信の部分だけですからね。通信を傍受盗聴される心配はほぼないと言ってもいいんですが、この安全な通信を使って危険なサイトにアクセスすれば意味がないですからね。ここは勘違いしないでくださいね。はい、ということで今回の動画は以上となっております。こういった動画はですね皆さんのお役に立つことを願って作っております。もしね動画の内容を気に入っていただけたという方はいいねボタン、高評価の方ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。